ルシファー HL 実装から、菊吉による8ヶ月の研究の日々が過ぎ、とうとうついに、2020年、ルシファー攻略動画、大幅アップデート。皆さん、こんにちは。ゆずきゆかりです。お久しぶりのキズナあかりだよ。今日は懐かしのコンビで、最新版のルシファー攻略をお伝えします。よろしく頼む。一応ルシファーソロできる程度には、ルシファーやり込んだので、去年より役に立つ動画をご提供できればと思います。ルシファーといえば、その難解なギミックの数々から、わからん。ゴミかせわかるように説明しろ。と、大好評なボスなので、なかなか参戦しづらいんだよね。しかし、実装から8ヶ月経って、情報がかなり出揃いましたので、今は、より簡単に、より確実に、クリアできる方法が確立されているんですよね。というわけで今回は、ルシファー参戦がしやすくなるような動画を目指しましたので、ぜひ最後までお楽しみください。週末の神器を作成して、古戦場で一緒に、やっほー最高だぜしましょう。さてさて、こいつだ。というわけで、まずは、ルシファーの討伐方法についてですね。最近のトレンドとしては、まず、黒き羽を撃破してから、本体の攻略に進む、という攻略チャートがあるね。実際の流れを文字にしますと、このようになります。ルシファーは、グラブル界随一の謎ブルと、称されるだけあって、ギミックがたくさんありますが、5段階に分けると、意外にシンプルなのでご安心ください。じゃあまずは、羽を 50% まで削るところからだね。見ているか、ルシファー。パラダイスロスト。はい、ルシファーの代名詞、ぼったくりを投資料金の開幕パラダイスロストですね。達する達する。というわけで、必ず、HP は3万を超えるようにしましょう。無属性ダメージなので、現状防ぐ手段がないですからね。そしてパラロスを耐えたら、いよいよここからが戦闘開始です。羽 50% までのトリガーは一つのみで、神も命も何もかもくだらん。70% のデバフ全リセットです。はじめに 70% を踏んだ1プレイヤーにのみ、発動する仕様となっていますので、誰かが踏んだら、すぐにデバフをかけ直しましょう。デバフなしのルシファーを殴ると、余裕で、全体1から2万の通常攻撃してくるから、70% 付近になったら、踏む人を決めて、慎重に動きましょう。約束だよ。それと、70% 踏んだ時でも、ルシファー本体は攻撃してきますし、本体も羽も CT 溜まりますので、ご注意ください。だから基本的には、誰が踏んでも大丈夫だよ。そして、この70トリガーを超えて、羽を 50% まで削れば、ルシファー攻略の第1段階は終了となります。やったね。ね、簡単でしょ？まあ、嘘ですが、そう簡単にクリアさせてくれないのが、ファーさんのかっこいいところ。大きな障害が4つありまして、1つ目に通常攻撃が痛いところ。デバフを加減まで入れて、パラを張っても全体3000ダメージかな。パラなしで受けるなら、デバフありで、残り HP2 万は欲しいところですね。ルシファーの攻撃は、基本ランダム属性だから、弱点属性引かれると、なおさら被ダメージ増えるしね。そんな攻撃をずっと受けられる編成は、限られてくるので、ルシファー戦は基本的に、スパルタ6人で挑むわけです。強いられているんだ。そして、そんなルシファーの CT 技が、弱いわけもなく、対策は必須です。通常時が単体単発の大ダメージ技、フォースポロス。オーバードライブ中は、多段攻撃技の、イブリースを使用してきます。フォースポロスは、攻撃力の一番高いキャラを狙う。イブリース後はデバフ付与がある。など細かい仕様がありますが、とりあえずは、ルシファーの CT 技は全部、単体技。ということだけ覚えましょう。そうすれば、序盤のルシファーの攻撃対策は、大まかに2点だけになります。100% カットの手段に関しては、かばうプラスファランクスが一般的だね。単体技だからこそ、許される方法です。ちなみにプラスアルファにはなりますが、フォースポロスは、攻撃力の一番高いキャラ、つまりは、LB やジョブマスタリーボーナスで鍛えた、主人公を狙ってきます。ですから、シャレムちゃんのような単体回避バフや、幻影などを主人公に使うと、フォースポロスは、簡単に対策できちゃうんですね。まあ、それは慣れてきてからで大丈夫だから、とりあえずは、この2つを意識しようね。ここだけ気をつければ、まず即死することはないですからね。神は言っている。ここで死ぬ定めではないと。お前を殺す。そして、CT 対策をしてきた貴空士を、
さらなるギミックで、そっと初見殺ししてくるのが、グランブルーファンタジー。ああ、もうめちゃくちゃだよ。パラロスは開幕に打ってくる技だろ。と、大前の菊牛さんに評です。ルシファーは3種類のパラロスを打ってきます。まるで意味がわからんぞ。私にもわからん。まあ命名理由は不明ですが、ギミックは判明しているのでご安心ください。発動条件はとてもシンプルで、オーバードライブ時に、本体と羽の CT が両方マックスになっていることです。このギミックはすべての行動より優先されるから、HP トリガーで上書きできないのに注意だよ。普通のボスは、CT 技より HP トリガー優先ですからね。使用判明前に何度死んだことか。そして、気になるパラロスのダメージだけど、ファランクス貫通の8から9万ダメージだよ。軽視とかあれば、防御バフと合わせて耐え切ることも可能ですが、基本的には打たせないことが大切です。だから、本体と羽の CT をずらせるように、スローを複数枚積むのが大切なんだよね。羽撃破するまでは、パラロスの対策が必要であり、気を抜けないポイントにはなりますが、スローを外した場合でも対処できるように、積極的に本体 CT 技を使わせたり、エポーンなどの緊急避難手段を用意しましょう。さて、次で、いよいよ、最後の注意点になります。みんな大嫌いな、確人レベルだね。ルシファーが CT 技やトリガー技を使うたびに1レベル上昇するルシファー本体のバフで、レベル上昇ごとにルシファーの攻撃性能が上昇し、最大のレベル5に達するとファランクス貫通していきます。レベルが1上昇するだけでも、被ダメージが大幅に増えるから、基本的にはレベル0をキープ。最悪でもレベル2までに抑えようね。そして、肝心の確人レベルを下げる方法ですが、これはシンプルにディスペルを使うだけで OK です。だからディスペル手段を、最低でも、2、できれば、3枚用意しないとだよ。最近は一人でディスペルを複数回使えるキャラも増えてきたので、そういうキャラで対策するのもありですね。そして、これら4つの点を意識できれば、ルシファー第1段階はクリアしたも同然です。この4つの点を意識できるようになれば、この後も、かなり楽に進めるよ。無事に、羽 50% まで削れると、ここでまた特殊行動ですね。いよいよ攻略の第2段階、羽撃破フェーズの開始です。この第2段階が実質、ルシファー攻略の最難関ポイントだから、ここさえ抜ければ、クリアまではもうすぐだよ。逆に言えば羽撃破までは、ギミックが特に豊富で、覚えることが多くて大変なので、無理せず休みを挟んだり、後でまた見てみてください。各フェーズの攻略に飛べるリンクも、動画説明欄に貼っておくからね。それでは前置きは以上として、50% 以降の攻略に移りましょう。ここは、70% トリガーと同じように、最初に 50% を踏んだ1人にだけ発動します。内容としては、踏んだプレイヤーのバフ全消去と、12の試練の展開になるよ。ちなみに、この羽 50% トリガーは、本体の特殊行動扱いになるので、踏んだ人に、このターン本体からの攻撃はありません。バフでバフ全リセット。試練展開後に攻撃もらったら死んじゃうからね。あと50踏んだ人は特典として、後ほど解説する本体トリガーを3つ免除する権利をもらえるので、かなり美味しい役割となります。トリガー技1回ごとに、確人レベルも上がるからね。ルシ慣れてない人や、ディスペル枚数が少ない属性に50トリガーを譲ると、討伐が安定しやすいと思うよ。さてではここからがいよいよ、12の試練、攻略開始、とはなりません。なんだって。ルシファー攻略初期は、試練展開後に、いかに、スムーズに、すべての試練を解除するか、が議論されていましたが、現在は、試練の7から11番のクリアだけを、目指す形となっております。そもそも、12の試練って何ですか？美味しいんですか？という人もいると思うから、ここで一度整理するね。50トリガーで展開されるルシファー本体の12種のバフのことで、一つ一つに解除手段、つまり試練が個別に用意されています。試練を突破すると、攻略が簡単になるわけだね。そして、試練の内容を一つずつ見ていくと、1から6番目はシンプルに、各属性のダメージが上昇するバフをルシファー本体に付与するものです。ルシファーの攻撃は、基本ランダム属性だから、この属性試練が残っていると、ルシファーの攻撃力が上がるんだよね。さらに後ほど説明する無属性試練を解除するまでは、必ず弱点属性の攻撃をしてくる仕様なので、かなり手痛いダメージをもらうことになります。逆に言えば、試練解除をすれば、ルシファーの属性バフがなくなるから、ダメージを抑えやすくなるよ。そして、
その属性試練の解除方法は、各属性、1ターンで1000万ダメージを与えることです。1000万試練と呼ばれることも多いね。そして1000万出す上等手段としては、やはりフルチェーンですね。近江倍率が高い仕様だし、チェーンバーストも属性ダメージだから、基本的には一番達成しやすい手段だね。あとはもちろん、ダメージアビリティで上乗せしたり、ゴトツバハムートで大き倍率増やしたり、カバンなどで火力を底上げするのも有効です。他にも C2 やいろんな石があるから、いろいろ試してみてね。まあおおよその編成で、1000万に困ったら、コクキリン投げて、アビタメ連打で到達できるでしょう。筋肉もりもりマッチョマンの変態だ。どの場面でもそうですが、コクキリンはやはり便利。大抵のトラブルは解決できちゃうもんね。さて、続いては、7番から12番の試練の解説ですが、こちらは担当する試練だけ、覚えれば大丈夫です。全部覚えるのは大変すぎるからね。なので、ここはサクサクいきましょう。7番目は先ほど言った、ルシが必ず弱点属性で攻撃してくるようになるバフ状態ですね。この状態でも、属性変換は機能するから、そこは安心なんだけど早めに解除するに越したことはないね。ルシは、どの攻撃もダメージ痛いですからね。そしてその解除方法が、いつも物議を醸している無属性200万ダメージだね。いろいろな突破方法がありますが、一番簡単なのは、壊すのは得意だよ。やはりバレクラですね。知ってた。まあ一応ビカラちゃんなど、99万無属性ダメージを与える手段も増えたので、それらを組み合わせることで、200万近くまで無属性ダメージを出し、最後に腐敗や毒などの無属性スリップダメージを入れることで解除することもできます。一般的な無属性ダメージ候補としては、ビカラ、フェリ、ミカエルが99万。最終サラーサ、水見春丸が200万達成可能です。メンバーの手持ちの中から達成できそうなキャラを選びましょう。続いては試練開始後、すぐに達成したい8番、ジョージ・ファランクス貫通とか、死んでしまいます。解除はオーバチェするだけで大丈夫だから、オクトー、ニーヤ、リミノアがいれば、簡単に達成できるね。ただしノアの場合は、試練開始までに10ターン回す必要があるので、部屋の速度によっては、結構難易度高めになるかと思います。無難に、土か闇の人が担当するのが良さそうだね。ちなみに、ここが重要なポイントなのですが、オバチェは羽に打ちましょう。オバチェダメージは全体ダメージだから、ちゃんと試練解除できるよ。どうして本体に打ってはいけないのか、については、後ほどまとめにて解説します。続いて9番目の試練。バフ内容は本体の回復ですね。誰かが1回動くたびに100万回復されるので、解除しておかないと、時間不足になる可能性があります。ただ羽討伐優先ルートにおいては、本体を殴るのは羽倒してからなので、こちらは担当者のタイミングがいい時に解除すれば OK です。解除方法は、1ターンに30回攻撃すれば大丈夫だから、アテナ、エッセル、アミラがいる非属性が担当することが多いね。キャラが足りない場合でも、3を召喚してカバー可能ですので、一番安定する属性でしょう。カトルの4アビを使えば、水属性でも大丈夫だし、ニーヤとフェリがいれば、闇でも達成できるよ。追撃攻撃枠も、1回のダメージにカウントされるので、ニーヤとフェリの追撃で、実質3倍の攻撃回数になりますね。サクサク進んで10番目。10番は解除しないと、毎ターンでバフを飛ばしてくるやつです。内容は回復負荷やアンデッドなど、地味に厄介なものが多いので、パパパッと解除したいところです。解除方法もシンプルに、デバフ10種付与するだけで OK だから、アミラがいれば一発だね。力を合わせれば必ず勝てよ。アニラが何個かデバフ外しても、ユリウスやカトルがいれば盤石です。研究の成果だ。アニラがいない場合でも、とっておきだよ。アンチラなどデバフの種類を増やす手段は多いから、アニラ必須というわけではないよ。6人で分担すれば良い試練ですからね。気楽に行きましょう。ただ、基本的に非属性の参加者には、アニラを期待することが多いのも事実だから、いないときは、事前にデバフ数の相談をした方がいいかもしれないね。さて、長かった試練の解説も、いよいよ終盤。全速前進だ。11番のバフ内容は、プレイヤー側のバフを毎ターン2つ消去するというもので、高級カバンのバフを解かれたりして、結構いやらしいものだね。バフの消去は新しいもの順ですので、カトル大きバフなどを使い、本命のバフを守ることも可能です。やったね。とはいえ、早めに解除したい試練には間違いないので、試練開始後は、
早期解決を目指したいところですね。いいぞ。ただ解除方法は、あえてパラロスを受けることだから、ちょっと大変なんだよね。パラロスを受けるハードルは2つあって、防ぐ手段と CT 調整ですね。防御手段として特に優秀なのは無敵を付与できる水着ゾーンや火ダメ属性変換できるエウロペだね。エウロペに関しては非属性カット手段を合わせることも必要ですが、どちらもファランクス貫通の9万ダメージを与えてくるパラロスを 100% カットできるので、初見でも安心して使用できるのが利点です。それと比較すると風属性はパラダイスロスト。堅守スキルとアンチラの防御バフ、フリームニルのガード頼りですので、残り HP やバフ、デバフの影響を考えてからでないと受けづらいです。だから、風属性は非推奨かというと、そうでもなくて、パラロスの発動条件が、オーバードライブ中に両方 CTMAX だから、スローの枚数が多くて、CT 調整しやすい風は、パラロス受けしやすいとも言えるね。特に野良手は、どのタイミングでグラビティが入るかわからないので、CT の調整力は、かなり大きな評価点になりますね。アンチラのおかげで、スローの成功率も安定するしね。まあパラロス受けに関しては、受けれる属性が多いので、慣れている方に任せても大丈夫かと思います。はい、これで試練は最後だね。12番はダーンエンド時に、約1000の無属性ダメージを3回追加で与えてくるといったもので、1ターン1ターンは大したことないのですが、ルシファーは長期戦になりがちなので、累積すると結構な痛手になります。ただ12番の解除方法は、他試練の全解除だから、基本的には何もすることはないの。まあ他の試練を早く終わらせれば、もっと戦闘が楽になるという内容ですね。お願いします。さて、これでようやく12の試練も終わりですね。システム考案者に対して、バカ野郎と言いたくなるような内容かもしれませんが、一人一人が担当する試練は平均2つ未満ですので気負わず行きましょう。それで、試練開始後に7から11番を解除したら、あとは、パラロスに注意しつつ羽撃破するだけだね。1000万試練をしない理由については、本体攻略開始と一緒に説明しますね。本体攻略開始前に、残り1つだけ覚えるものがあって、それが羽の CT 技だね。合計2種類の CT 技を交互に打ってくるのですが、1回目がこのマルス、2回目がこのフィークスになります。いずれもダメージが小さく、むしろ、プレイヤーにバフを与えてくれるという、ルシファー戦唯一の良心ギミックですね。いいんじゃないかな。奇数回の禁断の果実は、実質5突破破召喚と同等のバフを味方全体に与えてくれます。これは破格の効果量だし、しかも5突破破と重複可能だから、2つを合わせれば、1000万試練突破も相当簡単になるよ。ただ、バフの名前の通り、デメリットもありまして、奥義を使うと、1万のスリップダメージを受けてしまいます。持続は2ターンしかないから、嫌なら、奥義オフにすれば大丈夫だよ。続いて偶数回のフィークスですが、こちらはアビリティを使うと、味方全体が4000、ルシが100万回復するリンゴを与えてくれます。このリンゴは、キャラ1人につき1個与えられるので、最大で味方全体で1万6000回復できる計算ですね。うますぎる。逆に、ルシファーは、HP が多くあるから、100万回復なんて誤差だしね。遠慮なく回復しちゃおう。そうだよ。そして、羽の CT 技で大切なギミックがもう一つありまして、それがこの、本体への攻撃無力化バフですね。正確には、本体へのダメージ制限だね。この羽マークのバフが本体についている間は、本体への攻撃は上限が5万になるわけですね。なので、このダメージ制限バフを解除しないといけないわけですが、これについては非常にシンプルです。羽 CT 技のマルスで解除、フィークスで再付与だね。なお試練開始後は、フィークス発動時もダメージ制限バフ付与されないので、羽討伐ルートにおいては、羽討伐時には勝手に解除されています。マルス、フィークスが交互に発動するから、試練開始前は、解除と再付与を繰り返すんだけど、試練開始後は解除しかしてこないから、ターン回していれば、いつの間にか消えてるよ。これも、羽討伐ルートのメリットの一つですね。そしてこれでついに、羽討伐完了。グレイト。羽討伐までがルシファー戦の最難関ですので、ここまで来れば、クリアはもう目前です。やったぜ。羽が討伐されたことによって、パラロスのための CT 調整がいらなくなるから、あと必要なのは、本体 CT 技と HP トリガーの対策だね。そう、
もはや、普通のボスと同じ状態なのである。CT 技の内容としては、序盤と同じように単体大ダメージ技のポースポロスだね。ルシファー戦もシンプルになってきたところで、ポースポロスの使用をお話しするとダメージだけではなく、バフ消去もあるので、サジュロスごとの永続バフが減らされるのに注意ですね。あと一つだけ、ポースポロスにも変更点があって、試練開始前は攻撃力が一番高いキャラをターゲットにしていたのに対し、羽撃派後は HP が一番少ないキャラを狙ってくるよ。ファーさんの焦りを感じさせる、憎い演出ですね。そういうの大好きです。そして、オーバードライブ時の CT 技ですが、こちらはイブリースから変更されて、オービタルブラックという、ランダムな単体に3回攻撃する技になります。そう、またしてもの、単体技です。だからファランクスとかばうだけで、ルシファーの CT 技は完封できちゃうね。同じ原理で、かばう回避持ちのキャラは大活躍できます。あと細かい点として、HP 見えなくなるデバフ付与してきたり、強化アビの CT 延長してきますが、最初のうちは、ルシファーの CT 技は単体技、とだけ覚えれば OK です。細かいギミックが多すぎるからね。CT 技くらいは、雑に覚えていれば大丈夫だよ。大丈夫だ、問題ない。そして、CT 技の解説が終わったところで、いよいよ HP トリガーについてですけど、ご覧のように、前半にトリガーが集中しているんですね。なので試練開始直後に、すぐ、全属性で1000万試練を達成しようとすると、このように CT 技やトリガー技を、毎ターン打たれる状況になりやすいわけです。ここは、96で CT 技を受けて、この後、95か85を続けて受ける場面だね。ファランクスやカバウなどの防御手段は、回転率の問題で連続使用に耐えづらいので、これがかなりきついんです。1000万試練の6人分だから、最低でもルシファーの HP を6000万、つまりは 12% 削る必要があるわけで、そうなると必然的に95や85トリガーを連発されることになるんだよね。さらに立ちが悪いことに、ルシファーは HP トリガー使用時も CT カウントがリセットされないし、なんなら CT も溜まるから、トリガー、CT、トリガーみたいに3ターン受け続ける地獄 S すら発生し得ます。さらにバッドニュースがあって、試練開始から羽撃破までの間は、本体の CT 技が、この区間専用のアキシオのアポカリプスになります。技のダメージについては、高威力なものの、相変わらず単体技なので対処はできるのですが、なんとこの技、1回で各人レベルが2上昇するという、次回城之内な内容となっております。やばいって。だから試練開始直後に、本体に1000万試練を全部入れると、それだけで、各人レベルが急上昇するリスクになるんだよね。CT 技とトリガー技連打されるだけでなく、各人レベルも急上昇とか、かなりの自己要因、と言わざるを得ないですね。そんなわけで、ルシファー研究の成果として、出来上がったのが、羽討伐ルート、というわけですね。この手法を編み出したルシファーガチ勢様には、本当に、感謝と敬意しかないです。ルシファー実装からかなりの期間は、試練開始したら、本体をすぐ殴るのが常識だったもんね。それではここで改めて、羽討伐ルートのメリットをご説明しますと、CT 技とトリガー技連打されない。それによって、各人レベルが急上昇しない。さらには羽討伐が速くなるから、各人レベルが2上昇するアキシオンアポカリプス。打たれる総数が減るよね。さらには、マルスやフィークスの調整、試練開始までに全員がフルチェイン貯めるといった序盤の下り要素を排除できます。これに加えて、パラボスの心配も早めに解決できるし、試練開始後のマルスとフィークスについても考えなくてよくなる。といった、書ききれないほどのメリットもあるよ。そう。世はまさに羽討伐ルート時代、というわけですね。肉体を捨て、次の危険へ。さあ、ルシファー戦もいよいよ終盤。試練全解除と本体の攻略開始です。ここからは、CT 技と HP トリガーに気をつけつつ、75% までに試練達成するのが目標になるね。早めに試練を消した方が楽になるのはもちろん、75% 時点で試練を解除しないと。死の安息が欲しいだろう。新たな試練が追加で展開されてしまいます。こうなるとグダグダになりやすいから、羽撃破後は、早めに試練を終わらせようね。バーとは言っても、ルシファーを HP75% まで削るには、1億超えのダメージが必要なので、そんなに焦ることもないんですけどね。
試練終わってない属性を他のみんなで助けるのがいいかもしれないね。特に4とつけコナとは拾うだけでフルチェインが整うので救助にもかなり役立ちますね。それではいよいよ本体の攻略開始にあたってトリガーの解説をしていきます。ルシファーの本体トリガーとかもう本当に面倒くさそうと思われるかもしれませんが 70% と 55% は CTMAX になるだけなので実質的に3つしかないんですよ。しかも本体攻撃開始直後には属性試練攻略の影響で95から 91% 区間は飛びやすいので95トリガーは不末に住む人も結構ザラに発生します。だから本体 25% までのトリガーとしては実質的に2つから3つしかないんだよね。そして 95% トリガーはもはやおなじみのボスポロスですね。単体技なのでファランクスカバウで完封できます。そして終わりを待て。続いての 85% トリガーは要注意ポイントだよ。内容は単体攻撃3回なので同じようにファラかばうなどで大丈夫なんだけど、誰か一人でもキャラが落ちると追撃で全員に無属性3万ダメージが飛んでくるから壊滅の危険性が高いよ。というか間違いなく死にます。マジです。しかもいやらしいことに95トリガーや CT 技でこちらのカット手段を消耗させてから85で打ってくるので連続で複数回対処できる手段を用意しておいた方がいいね。メジャーなところだとアテナですね。ファランクスと合わせていつでも100カットできるので安心です。あとは対策できるキャラを連れていくのも大切だね。属性ごとに有能なキャラがたくさんいますので詳細はまた別動画で紹介します。そしていよいよ 60% トリガー。この技はルシファーの攻撃技の中でパラロスを除けば唯一の全体技です。マルスとかフィークスの全体攻撃は本当に小ダメージだから気にしなくていいけど 60% トリガーが全体技なことは覚えておかないと危ないかも。この技も 85% トリガーと同様に誰かキャラ1人が落ちると追撃で無属性3万ダメージ飛んでくるのでしっかり防いでいきましょう。幸いダメージは大きくないからちゃんと HP あればパラだけでも耐えられるよ。以上の3つのトリガーでルシファー 25% までのギミックは終わりです。羽さえ倒せればルシファー本体の攻略はもう本当に楽になるから羽討伐までが一番の頑張りどころさんだね。本体も 55% の CTMAX 以降は 25% まで何もギミックないので殴り放題の状態となります。25% までにターンを回して 25% 以降に備えるゾーンだね。 CT 技以外気をつけることもないので精神的にも一休みできる区間ですね。ルシファー戦は制限時間ギリギリまで戦う長期戦になることもあるから少しでも気を休めるゾーンがあるのは本当にありがたいね。疲れるとプレイミスも出ますからね。しっかり休んでおきましょう。みんな頑張ろうね。さてそれではいよいよ最後のフェーズ 25% からクリアまでの区間についてです。 25% は誰かが最初に踏むとデバフがリセットされるからユリウスやアミラ持ちの人はデバフ入れ直しの準備をしておくといいね。デバフの入れ直しが終わったらいよいよ 25% トリガーに突撃します。 25% は有名なかぶり種族チェックだね。サブメンバー含め種族が被っているキャラを格殺されるので転生時は種族に注意しましょう。ちなみに倒されるのは後方のキャラだからこの場合ニーヤは生き残ることになるね。それと我らが団長は人でも種族不明でもないなんだと。オンリーワンの存在ですので種族かぶりには配慮しなくて大丈夫です。俺は人間をやめるぞ。ジャジャー。主人公はやっぱり最強みたいなところあるよね。最強の全員回復キャラ。そして話を 25% トリガーに戻しますとこれにはさらに追加効果で復活負荷と召喚負荷が全員に永続消去負荷で付与されます。さらにはターン加速フィールドを展開してくるから 25% 以降は毎ターン2か3ターン進むよ。ですのでこれ以降は毎ターンルシファーの CT がマックスになると考えて大丈夫です。大丈夫じゃないけど逆を言えばこちらのアビリティの CT も加速するのでファランクスやカバウスロンなどの主要なアビリティもガンガン回していけます。それらで CT 技に対処すると同時に HP トリガーにも気をつける必要があるのでここが最後の難関になりますね。注意するべきトリガー技は2つで 20% と 15% だね。内容はまたアキシオンアポカリプスで
団体技なのはありがたいんだけど、各人レベルが1度で2も上がるのが怖すぎるね。さらに、誰かが20と15踏むたびに、デバフも一つ解除してくるので、ヒント対策をしないと、大本命の攻防累積ダウンも消されてしまいます。なんだって。これでどうやって戦えばいいんだ。そして、この問題を解決するのにうってつけなのが、まとめてお仕置きじゃ。バニラというわけですね。最大12種のデバフを入れてくれるから、デバフの種類を盛るのには最適だね。デバフは、新しい順から削除されるので、累積デバフ入れ終わったのを確認したら、そっと、バニラ1指で蓋をしましょう。アニラがいない場合でも、デバフ持っているキャラで蓋できるから、その時はみんなで協力だね。逆に注意なのは、シロフの回避カウンターなどで付与される、累積デバフですね。せっかく他のデバフで、累積デバフを守っているのに、この区間で、新しく累積デバフを入れると、その累積デバフが、最新のデバフになってしまうので、20% と 15% トリガーで消されちゃうんですね。ですので、蓋をした後の累積デバフの発動には、要注意です。そして、デバフ解除と CT 技、トリガーを乗り越えると、いよいよ 10% が見えてくるよ。10% までは CT 技やトリガー技連打されそうで、一見恐ろしいゾーンですが、先ほども言ったように、こちらの浴び回転率も上がるので、意外となんとかなります。主人公だけでも、スローとカバーをほとんど交互に使える状態だからね。そして、誰かが 10% を踏むとデバフリセット入ります。10% トリガーは、最後の3種類目のパラロスだね。ライオンはランダム属性に、全員に99万ダメージだから、召喚石が使えない 25% で以降では、防ぐ手段はかなり限られているよ。なので 10% 以降は基本的に全員で飛ばすのが一番安定しますね。代表的なのが最終エッセルや最終シエルだね。特にエッセルは30回試練と一緒に採用しやすく、ササンと合わせることで高い打点を確保できるので、かなりおすすめとなります。月夜に彼方まで震わす重郎の合唱、勝利の号令とする。6% くらい削れたね。そして残った分は 10% までに用意しておいた各属性のフルチェインなどで占める形ですね。ルシの HP の 10% は5000万だから、これを全員で分担する形だね。素直に戦おうとすると 10% 以降はルシの火力がさらに上がるし、3% でもう一度99万のパラロスがあるので、連携が取れていないと相当厳しいです。だから 10% 以降は飛ばすの安定だよね。はい、というわけで以上でルシファー攻略完了です。ここからは補足とまとめコーナー。攻略をなるべくシンプルにするために、あえて補足にいくつか情報を移動しています。まずは、羽 70% のトリガー後に発生するカウントの使用についてですね。参加者全員で合計6キャラが死ぬと、アルバハでいう超越、つまりは全滅確定技を使ってくるよ。ですので、ヒュンフや召喚石のエウロペで復活があるからと安心できないんですね。ちなみにカウントの開始は、羽 70% トリガー後だから、それまでにキャラを落とす分には、特に問題ないよ。後カウントが減るのは、ルシファーの攻撃で倒された時なので、ニーヤのように自分で死ぬ分には問題ないし、デバフや試練による無属性ダメージで落ちた際も、カウントは減りません。続いての補足は、100カット必要な CT 技とトリガー技についてだよ。全部の技に対して100カットするのは、なかなか厳しいですからね。取捨選択が必要です。CT 技に関しては、ヒオーバードライブ中のフォースポロスは100カット必須だね。ファラだけでは死んでしまう危険性があるので、かばうファラや幻影でうまく対処しましょう。それ以外の CT 技は、最悪ファラだけでも受けられるよ。トリガー技については、95のフォースポロスと85のアキシオンは100カット必須です。特に、85は誰かが落ちると、ほぼ全滅と同義だしね。こうしてみると、パラロスを除けば、100カット必要な技は3種のみで、他の技は毎ターン飛んでくるファランクスだけで、生存可能と言えますね。なお、それでもちゃんと防御するか、たくさん回復手段を用意しないと、HP が自利品になる点には注意だね。それと各人レベルが上がると、ダメージも跳ね上がってくるので、各人レベルが2以上の時は、どの技に対しても100カット推奨です。そういう意味では、各人レベルが急上昇する 25% 以降の区間も、カットには要注意だね。さて、次で、最後の補足になります。25% 待機についてだね。25% 以降は、召喚禁止になるため、エッセル法における3召喚ができなくなるんですね。だから、
10以降の飛ばしの成功率を重要視して、火は25手前で待機することも多いね。10以降は、パラロスが怖いのはもちろん、いつ誰が全滅して、カウントが0になって、ジエンドになるかわからないので、野良では、特に飛ばしは有効です。さらに火属性は基本的に、アテナをパーティーに入れるけど、アテナはサポアビのオートカウンターで、相手に累積防御ダウンを入れちゃうから、20と15トリガーで、累積防御ダウンが消されやすくなるんだよね。以上のことから、火属性は特に 25% 待機優先される属性と言えますね。とんでもねえ、待ってたんだ。あとはカウントの都合上、壊滅しそう。という時は参加者に知らせて、ストップするのも手だね。最後の 10% の飛ばしに貢献できる準備ができると、リカバリーが効きやすいです。それではいよいよ、ルシファー攻略のまとめに入ります。各パートのリンクの動画説明欄に貼るので、まとめでわからないところがあったら、ぜひ飛んで確認してみてね。まず参加ジョブは、全員がスパルタが基本です。アビリティに関しては、カバウ、ワイヤ、ディスペル、クリアオールから選択だね。各属性、キャラごとに得意分野が異なるので、足りない要素を主人公で補いましょう。特にクリアオールは不足しがちだけど、参加者で合わせて3枚、できれば4枚あると、イブリースや試練などのデバフに対処しやすくなるよ。装備に関しては、開幕のパラロスに耐えられるように、HP を3万以上にして、火力は1000万試練超えられるようになれば、参加のボーダーラインに到達です。無属性トライアルのデバフなしの状態が、ルシファーの防御加減と同じ防御値だから、ここで確認するのがいいかもね。ただし本番では、100% の渾身は発揮できないので、そのあたりには注意です。準備が整ったら、いよいよ戦闘開始。羽 50% まではダメージトリガーないので、両方 CT マックスかつオーバードライブ時に発動するパラロスに気をつけて進みましょう。そして、試練展開後は、7から12番の試練を解除しつつ、羽を撃破する流れだね。事前に担当試練を確認しておきましょう。試練と羽討伐終われば、クリアまではもう少し。トリガーに気をつけつつ、本体を 25% まで削りましょう。羽 50% トリガーを踏んだプレイヤーは、95、85、60トリガーを免除されるから、かなり動きやすくなるよ。このトリガー技の中でも、95、85は100カット必須で、60は、ほぼ唯一の全体攻撃とだけ、覚えれば大丈夫です。ルシファーのトリガー技や CT 技は、60とパラロスを除けば団体技だから、対処がしやすいのも、ポイントだね。そして 25% 以降は、ターン加速ゾーンに突入ですね。10% までは団体技しかないから、スローやカバーで、うまく対処しよう。20と15トリガーは1回で、各人レベルに上昇するので、ディスペルは忘れずに打ちましょうね。そして、10付近からは、飛ばしのフェーズ。各員、10までに火力を出す準備をしましょう。10でも、1人目が踏んだ時に、デバフリセットあるのに注意ですね。そして、これらを乗り越えたら、ルシファー、攻略完了です。本当にお疲れ様でした。かつてないほど長い攻略動画になっちゃったね。本当に、お疲れ様。何か圧倒的格差を感じましたが、ともかくとして、余談コーナー。まずは、余談コーナーまで見てくれている方に、感謝だね。前回のビカラ動画から、ちょうど1ヶ月ぶりの投稿ですが、このルシファー動画に、全部の AP 投下してましたね。一旦、何本分の動画の編集時間なのか、もはやわからないよ。4月までは相変わらず残業パーティーですが、今後は、また投稿頻度を上げれるように頑張ります。よろしくな。そして、今回の動画は、本当に、全力だったから、動画が良かったら、ぜひ Twitter などで拡散してね。お願いします。また、次の長編動画のモチベになりますので。それでは余談コーナーは以上。わかりづらい点などありましたら、ぜひコメントでご質問ください。各属性のおすすめキャラや、具体的な装備についても、別の動画でアップしますので、よろしくお願いします。それでは、皆さんのルシファークリア報告待ってます。ルシファー攻略は、楽ではないですけど、とても楽しいものなので、ぜひ何度も挑戦してみてください。では、健闘を祈る。ご視聴ありがとうございました。もし、動画がお気に召しましたら、チャンネル登録や高評価いただけると嬉しいです。いただいた応援に応えられるような動画を作っていけるように頑張りますので。それでは、ぶしつけなお願い、失礼しました。またの動画でお会いできればと思います。